いよいよ論評か。どんなこと言われるんだろう。ドキドキするな。はい、それでは理恵子さん、初めてのアイスブレイクスピーチ、とっても素晴らしい内容でした。今日はそのスピーチに対して良い点を3点と、それからちょっと改善した方がいいなっていう点を1点今日はお話ししたいと思います。私のスピーチに初めて論評してくださったひろしさん、すごくわかりやすい。良かったところもちゃんと褒めてくれるし、改善点も的確だし、それに私だけじゃなくて他のメンバーに向けても話してくれてる。これが論評なんだ。それに引き換え、うちの課長は名古屋の名物があるみたいですよ。そうなんですよ。いやこの前のさ、プレゼン全然ちょっとダメだったね、あれね。声がね、ちょっと小さかったかな。あと、あれ下のプレゼンテーションのページ数書いてなかったと思うんだよね。あと、もうちょっとスライドあってもいいのかなって。2ページしかなかったのでね。だからあそこをちょっと100ページぐらいにした方がいいかな。私のプレゼンにも問題があったかもしれないけど、全然褒めてくれないし、いまいち何言ってるかよくわからないし、それに長いし。このあんかけスパみたいなさ、その包み込むような分かりやすいスピーチとプレゼンテーション、包み込むようなプレゼンテーションとちょっとスパイスが入ったそういったスピーチがもうちょっとできるとね、大家さんもいいんだけどな。私の上司がひろしさんだったらよかったのに。まあでも悩んでても仕方がないから、ひろしさんからもらった論評シートを保存しようと。優れている点としてパーソナルストーリーが入っていて、大家さんのことがとってもよくわかりました。トーストマスターズに入ってどんなことがしたいのか、そんなことがよくわかりましたね。あとエアロビクスのシーンがとっても印象的でした。そんな中、改善点としてはちょっと緊張されていたのか、会場の後ろの方にばかり目がいっていましたね。そして話すスピードもちょっと速かったかな。そんな中、取り組むべき課題としては、まずはアイコンタクトの練習をしてみませんか。聴衆の方をしっかりと見て話すことができるようになると、さらに良いスピーチになると思いますよ。それでは頑張ってください。もしもし、大家です。瑠璃子さんですか？瑠璃子さんのアドバイスすごく役に立ちました。瑠璃子さんがメンターになってくださって本当に良かったです。トーストマスターズには先生がいないっていうのはこういう意味だったんだ。お互いに助け合って成長していくなんてすごくいいな。トーストマスターズの皆さん、こんにちは。アイスブレーカーのスピーチはいかがでしたか？今日はスピーチが終わってからプロジェクトを終了するまでを解説します。前回の流れをもう一度おさらいしたい方は、マイパスウェイズの第3話をご覧ください。アイスブレーカーのプログラムを立ち上げると、前回終了した画面から始めることができます。それでは Your Evaluation の次のページに進んでみましょう。ここからはスピーチ後の自己評価をします。スピーチを始める前に自己評価をやりましたが、覚えていますか？ここから先に進むには、まず Directions をクリックしてウィンドウをしまいます。スピーチ前と全く同じ質問が出てきますので、一つずつ質問に答えていきます。回答をすべて終えると
スピーチの前後の変化を比較することができます。右上の×をクリックすると元の画面に戻ります。最後に画面右の矢印をクリックします。Congratulations と書かれたページが表示されます。これで最初のプロジェクトアイスブレーカーが終了しました。お疲れ様でした。アイスブレーカーのプロジェクトの中身を復習したいときは、画面下中央のボックスをクリックするとそれぞれの項目に移動することができます。それではパスウェイズのホーム画面に戻ってみましょう。プロジェクトが終わるとプロジェクトの右上にチェックマークがつきます。この画面の左の円グラフはパス全体の進行状況を表しています。そしてレベル1と書かれた左にある棒グラフはこのレベルの進行状況を表しています。それではこのプロジェクトの評価をしましょう。プロジェクトが終わってから10日以内に評価をしましょう。プロジェクトの横の青色ボタンがエバリュエイトと表示されているので、そこをクリックします。パスウェイズプロジェクトエバリュエーションというページに飛びます。このページへの行き方はプロジェクトを終了した後にベースキャンプから送られてくるメールにも記載されています。このページではそれぞれの項目について評価します。コメントを残すこともできます。すべて入力したらページ一番下にあるサブミットファイナルアンサーズのボタンを押します。ここで一旦保存して後で続きを書きたい場合はセーブ/リターンレーターを押してください。評価を終えるとこちらのページに戻ります。次に論評者からもらった論評シートを保存してみましょう。論評シートはスピーチが終わった後に論評者からデータもしくは紙でもらいます。データでもらった場合は直接パスウェイズのシステム内に保存することができます。論評シートをパスウェイズのシステムに保存しておくといつでも見たいときに見れますし、論評シートを紛失することもありません。論評用紙に直接手書きで書いてもらった場合は一度パソコンにスキャンしてからパスウェイズに保存することができます。紙のままで構わなければそのまま論評シートを保管してください。まずはパスウェイズのホーム画面に戻ります。そこで画面を下にスクロールし、ページ右下の My Documents というリンクをクリックします。各レベルの名前がついたフォルダーが表示されます。今からアイスブレーカーの論評シートをレベル1のフォルダーに保存してみましょう。まずはフォルダーのアイコンの横にあるレベル1の文字をクリックします。次に表示された画面の右側にあるAdd ファイルボタンをクリックします。するとポップアップウィンドウが出ますので、Select a File というボタンを押して論評のデータファイルを選択するか、直接このウィンドウにデータをドラッグ&ドロップしてください。実際にファイルを追加するとこのように追加するファイルのアイコンが表示されます。さらにファイルを追加したい場合は続けて先ほどと同じ手順で追加してください。準備ができたら右下の Add ボタンを押します。保存がうまくいくとこのように先ほど追加したファイルが表示されます。右のドロップダウンをクリックするとこのファイルを開いたり削除したりすることができます。実際に開いてみるとこのように表示されます。スピーチを終えて論評シートをもらったらこのように保存していきましょう。それではスピーチが終わった後にやることを簡単におさらいしましょう。1、論評者から論評シートをもらう。2、パスウェイズにログインしプロジェクトを開きスピーチ後の自己評価を終える。3、プロジェクトのエバリエーションをする。4、論評シートを保管する、またはパスウェイズのシステムにアップロードする。その他クラブによって必要な項目があれば VPE やあなたのメンターに確認してください。次回のマイパスウェイズではパスウェイズのシステムを使ってメンバーにフィードバックをもらう方法と
ザ・ナビゲーターについて解説します。どうぞお楽しみに。何この変な壁紙。大家さん。大家さん。2ヶ月後のジェインサツさんとの商談なんだけど、プレゼンやってくんないかな。国生さん、彼に頼もうと思ったんだけど、当日出張でさ。まあ、お得意さんだから、大家さんでも大丈夫だと思うんだよね。新しいチョコ味の夏出てるし。あんな言い方しなくてもいいのに。それに今日は部長の飲み会だし、気が重いな。帰りたいよー。